こんにちは、のぶたです。今回はアドラー心理学における人生の意味についてのお話です。嫌われる勇気の中で青年が先生に問いました。一体人生の意味とは何なのでしょう。私は何のために生まれ、この苦難に満ちた生を耐え抜き、死を迎えるのでしょうか。その理由が私にはわからないのです。この問いに対するアドラーが出す結論は、一般的な人生に意味はない。人生の意味はあなたが自分自身に与えるものだというものです。この動画ではアドラーが出した結論の意味、背景、根拠についてアドラー心理学の原点、ルーツにも触れながらご紹介していきます。それではまず、一般的な人生に意味はない。人生の意味はあなたが与えるものだ。この意味を考えるにあたり、もっとわかりやすい言葉に言い換えてみます。人は何かの役割や使命を果たすために生まれているわけでも死ぬわけでもない。人生の意味、つまり生きる目的は自分で考え選んでいくものであるということです。人生の意味を考えるにあたってそう珍しい考え方ではありません。では逆に人生に意味があると考えた場合、よく目にするものを見ていきましょう。幸せになるため、成長するため、何かを成すためなどがありますが、これらは不自然で少し危うい考え方だと私個人は思っています。なぜ不自然で危ういと考えるか、まずは人生に意味があるという言葉のまま解釈してみます。すると人生には自分の意思とは無関係に役割や使命、目的があるということになります。そう考えると、幸せになるためは幸せにならねば、成長するためは成長せねば、何かをなすためは何かをなさねば、このように無意識的に頭の中で書き換わってしまう可能性があります。つまり、これらの意味をなす権利ではなく義務があるという考え方に近くなります。これは極めて不自然な考え方と言わざるを得ません。幸せになろう、幸せになりたい、幸せになれる、このように考えるのがシンプルであり自然です。もしずっと平和で平穏な人生を歩んでいけるのであれば、この不自然な考え方であっても大きな支障はないかもしれません。しかし、もしもストレスフルな状況で心が弱っていたら、危うい考え方になってしまいます。それでは次になぜ危うい考え方と言えるのかについてお話ししましょう。私たちの住む世界では災害、事件、事故、病気、戦争など何の前触れもなく唐突に訪れる悲惨な出来事がないとは言い切れません。最悪の場合、命が失われてしまうことだってあり得ます。そんな不条理で絶望的な状況の中、もし人生の意味を何々のため、だから何々せねば、当事者や周囲の人たちがこのように考えていたとしたらどうなってしまうでしょう。幸せになれない、成長できない、何もなせない、このように言葉が頭の中で無意識的に変化してしまうかもしれないと私は考えます。何々せねばならない。しかし何々できない。人はこのように心に矛盾を抱えるとき、ストレスを感じます。そして自分の考えや思いと現実とのギャップが大きいほど、大切なことほどストレスは大きくなり、耐え難いほどに膨れ上がってしまいます。つまり、ただでさえ絶望的な状況であるにもかかわらず、さらに自分で自分の心に大きな負担を強いることになってしまう危険があるのです。そもそも何々のためなどと堅苦しく考える必要はなく、もっと自然にシンプルでいいのです。人生は誰かに与えられた意味なんてない。自分の人生は自分で自由に選べばいい。せっかく選べるなら自分も自分の周りの人々も充実し、幸せな人生であった方がいい。こう考えた方がより自然ですし、前向きに生きやすいはずです。普段からこう考え、これが自然と心に刻まれていれば、万が一絶望的な経験をしたとしても、何々せねばならない。しかし、何々できない。このように自分の心を余計に追い込まずに済むはずです。そうすることによって、たとえ時間がかかったとしても、少しずつゆっくりと心の傷を癒すことができ、今とこれからを考えやすくなるのではないでしょうか。これが一般的な人生の意味はない。そして人生の意味はあなたが自分自身に与えるものだ。そうアドラーが語った言葉に対する私なりの解釈です。アドラーは世界はシンプルであり人生も同じである。自らの主観によってあなたが世界を複雑にしていると言っていますが、その言葉通り、人は何事も自分自身で複雑に難しく考えてしまいがちです。それでは次にアドラー心理学の原点、ルーツをご紹介します。これを知ることでアドラーの言葉が軽いものでも綺麗事でもないと理解できるはずです。ではその前に、もしここまでの内容が少しでも皆様のためになったと思っていただけていれば、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは話に戻りまして、アドラー心理学の原点、ルーツを知るために、アドラーがどのような人生を歩んだのか見ていきましょう。アドラーは幼い頃、体が弱く、声帯の痙攣やくる病という骨が弱くなる病気に苦しみ、4歳頃には肺炎により命を落としかけたことがありました。また、それと同じ頃、3歳下で生後1年の弟と隣で一緒に寝ている際、目を覚ますと眠っていたはずの弟が病気で亡くなっているということがありました。
こうした極めて辛い経験を経て、アドラーは医師を志しました。病気に苦しみ、自分の死を身近に感じ、弟の死を目の前で見て、そうして医師を志した。このアドラー自身の経験が、一般的な人生の意味はない。人生の意味はあなたが自分自身に与えるものだ。この考え方の原点になっているのだと思います。その後のアドラーの人生も見てみましょう。医師を目指した後、眼科医となり、内科医を経て、精神科医となりました。そして第一次世界大戦が始まると軍医として傷病兵の治療を行うこととなりました。戦争では多くの人が傷つき、多くの命が失われました。アドラーは何人もの負傷者や神経症の患者を治療し、傷の癒えた患者は再び戦地に戻りました。つまり、アドラーが行っていたことは患者を戦地に送り返すための治療でした。私を含め、今の時代に生きる人には想像もつかないような極めて苦しい心境だったはずです。このような辛い経験を経て、世界から争いがなくなり平和であってほしい、すべての人々が幸せになってほしい、アドラーは心から願い、そのために自分に何ができるか、何をすべきかを考えました。この願いからアドラー心理学は生まれました。つまり、アドラー自身の様々な苦しい経験がアドラー心理学のルーツと言えるでしょう。不条理な悲劇を目の前にしたとしても、永遠に過去の出来事に縛られ続けてはいけない。アドラー自らの極めて辛い経験の上でこう語るのです。こんな人生に何の意味があるというのか、神様は何のために悲劇をもたらしたのか、辛い時こそこのような余計な心の負担を抱えることなく、少しずつゆっくりと心の傷を癒し、これから何ができるのかを考え行動すると良いと私は思います。アドラー心理学の原点やルーツを知ることで、一般的な人生の意味はない。人生の意味はあなたが自分自身に与えるものだ。この言葉の意味に重みが増し、ただの綺麗事でも理屈だけでもないと理解できたのではないでしょうか。以上でアドラー心理学における人生の意味の紹介を終わります。アドラー心理学は世界が争いなく平和であり、すべての人々が幸せになれるために私たち一人一人にできること、私たち一人一人にしかできないことを示しています。ありのままの自分を受け入れ、他者と対等で信頼し合える関係を築き、自分と他者が互いに貢献し合う。これを世界中の人々が実践できれば、間違いなく世界は平和で全ての人々が幸せになれるでしょう。もちろん簡単でも現実的でもないことは私にもわかります。それでも誰かが始めるのを待たず、自分が主体的に始めれば、少なくとも自分の手の届く範囲くらいには良い影響があるはずです。そしてこの影響はゆっくりとでも人から人へ広がっていきます。現にアドラーの死後100年近く経った今、アドラーの願いは私にも皆さんの元にも届いています。ぜひ他の動画も参考としてアドラー心理学の理解を含め少しずつでも普段の生活に取り入れてみてほしいと私は願っています。皆さんに届いたアドラーと私の願いを受け、どう考え行動するかは皆さんの自由です。皆さんも私も共に自由で幸せな人生を目指していきましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。嫌われる勇気、幸せになる勇気の別動画も作成しますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。